1945年8月17日、連合国占領下の沖縄の基地より B32 爆撃機が関東上空に飛来。任務は8月14日にポツダム宣言を受諾した日本の降伏状況の確認であった。これに対し日本軍の公船派は戦闘機で迎撃、 B32 は沖縄に帰還することはできたが、搭乗員2名が負傷、1名が死亡した。8月18日未明、ソ連軍は千島列島東端の専守島に侵攻。武装解除を停止していた日本軍守備隊と戦闘となった。戦車第11連隊は連隊長車を先頭に司令山のソ連軍に突撃し、これを撃退した。ソ連軍は戦争終結までの間隙を縫って北海道まで狙っていた。降伏文書調印まで戦闘は終わらない。戦闘が続けば米軍による再度の原爆投下、ソ連軍の北海道侵攻を許すかもしれない。日本は万難を排し、一刻も早く連合国と降伏文書調印をせねばならなかった。連合国は降伏条件を交渉するマニラでの会議に向け、日本政府に代表使節団の派遣を要請。混乱を避けるため白い機体に緑十字を描いた飛行機で沖縄県伊江島まで派遣するよう指示。日本側は川辺中将以下代表使節団の人選を終え、8月19日の午前7時15分、使節団17名を乗せて木更津基地から陸港2機が伊江島へ飛び立った。ラストミッションが始まった。徹底抗戦を叫ぶ厚木302空が緑十字機を狙っているとの風聞もあり、生粋の飛行機や大ベテランの寺井中佐にその指揮を託した。飛行ルートは寺井中佐しか知らない。突然だが視聴者のあなたにはラストミッションの目撃者として寺井中佐の隣に登場していただこう。7時15分、離陸。寺井中佐の指示で厚木からのレーダーと警戒機回避のために低空で南東方面に進路を取った。さらにレーダー2万のためおとりも2機別方向に発進した。戦時中は敵機から追われ、今は味方機から追われている。いつの時も重要任務を背負ってきた一式立候の宿命か。厚木からの行動半径を脱したところで上昇、佐多岬方面へ向かう。3時間ほど飛行した午前11時、佐多岬上空で出迎えの米国軍機と合流。アメリカ陸軍航空軍から救助用の B17 爆撃機1機、誘導用の B25 爆撃機2機、護衛の P38 戦闘機と並走。1番機はフラッグが下りないトラブルが発生。先に2番機が伊江島に着陸する。2番機の操縦士は川西将軍。速度を落としフラッグを下げ、慎重に滑走路へアプローチ。出発して約5時間後の午前12時40分、一行は伊江島に無事到着。伊江島には歴史的光景を一目見ようと1000人以上の米軍兵士が到着を待っていた。戦争終結を目の前にして兵士たちの表情は希望に満ちていたという。川西少尉の2番機は多くの兵士が見守る中、見事な3点設置による着陸を決める。戦いには負けたが日本軍の技量の高さを見せつけた。上空待機していた1番機もこの後に着陸。13時30分、全県一行は米軍のダグラス輸送機に乗り換えマニラに向かった。伊江島への懲り組は機材の整備をしつつ一行の帰りを待つことになった。数日かかると見ていたが、翌20日13時ごろ全県一行が戻ってくるとの報を受け、大慌てて機材整備試運転を行い、搭乗整備員は燃料の積み込みを行った。ここでトラブルが発生する。先発予定の2番機がブレーキの油圧トラブルで牽引車と衝突。
修理が必要となってしまった。そこで一行は一番機に乗り換え、帰りは一機で木更津を目指して飛行することになった。帰り際、米国兵士から食べるものがないだろう、これを持って行きなさいとお菓子やタバコが入ったお土産をもらった。8月20日18時40分、伊江島を出発。連合国軍司令長官マッカーサーは全権一行がマニラを発つ際に全軍に通達を出した。この2羽の白い平和の鳩、我々が無事に返すことにより、この血みどろな太平洋戦争が終わりを告げる。個人的にはいろいろ怨恨もあるだろうが、一種も加えず無事返すように。ミッション後半の開始であった。川辺中将からの依頼で米軍側から大本営に伝聞を出した。日本政府代表は8月20日18時40分伊江島を出発、同日23時40分木更津到着の予定。順調に飛行すれば5時間で到着だが、この後予想だにしなかった大トラブルが発生する。4時間近く順調に飛行し、23時を過ぎた頃、警察員から報告が入った。燃料が予想以上に減っている。木更津までもたない。燃料計は機関席にあり、操縦席からは確認できない。寝耳に水だった。このまま飛行すれば燃料切れで墜落は免れない。操縦士の須藤大尉は寺井中佐と協議の上、遠州灘の海岸線に不時着することを決め、浜名湖付近で高度を500メートルまで下げた。須藤大尉は飛行時間1万7000時間以上の大ベテラン。一行の運命、いや日本の運命が彼の肩に託された。幸い当日は満月で視界が明るく、海岸線がよく見えた。天竜川河口の海岸線付近、波打ち際に沿って降下していく。須藤大尉が波打ち際に沿って機体を滑らせていく。無事に不時着水、機体は最後に左に回され、岸に岸を向ける形で止まった。機体は原形をとどめており、奇跡的に全員無事であった。これ以上ないぐらいの見事な不時着であった。だがここがどこか、どうやって東京に戻るのか、依然として状況は絶望的であった。この時たまたま干しイワシが盗まれないよう寝ずに見張っていた鮫島集落の漁師が見ていた。轟音と激しい水しぶき。敵の B29 かと警戒していたが、日本語が聞こえてきたので機体に駆け寄った。機体から出てきた直視と言葉を交わした男性は2キロ離れた集落へ走った。機体後部から降りると水面は膝丈までだったため、搭乗員は直視を背負い砂浜まで移動。真っ暗闇の中、住民が救援活動を実施。リヤカーで往復し、重要書類を集落まで運搬。一向にお茶を出したり、電話を提供し、袖浦飛行場から軍用トラックを手配することができた。鮫島住人たちの手助けで一旦は消えた東京への帰還が再び目に見えてきた。川辺中将以下一行は鮫島住民に敬礼で謝意を示した後、東京に急ぎ戻るため軍用トラックで浜松基地に向かった。浜松基地の飛行機は全て富山方面に待機させており、可動機はない状態だったが、故障ですぐには飛べないが4式重爆が1機あり、徹夜で修理し翌朝飛ばすという。ここまで不眠不休で任務に当たっていた一行は翌朝までしばし休息できた。翌朝修理は完了し飛行可能状態となった。ここからは直視たちは4式重爆に搭乗し東京へ向かう。操縦士等の搭乗員は別便で帰島することになった。8月21日午前6時30分、調布飛行場に向けて離陸。約1時間半飛行し、午前8時一行は調布飛行場に到着した。
全員無事の不時着、深夜の救出劇、1機残っていた重爆、切れかけた糸がつながった、まさに奇跡の帰還であった。連合国の要求を伝えられた政府は直ちに反乱を鎮圧。8月30日、マッカーサーが厚木基地に到着。9月2日、降伏文書の調印に至った。ラストミッションの機体は鮫島海岸で失われたが、奇跡の連携プレーにより見事にミッションコンプリートした。一式立候は昭和16年4月の正式採用から終戦まで製造され続け、総生産機数は2416機、終戦時に国内にあった機体は約160機とされる。太平洋戦争序盤、栄光のマレー沖海戦で華々しい戦果を上げ、中盤は苦難の対地、艦船攻撃、その一方で連絡便や輸送機としても活躍。最後は平和を築くための使者として任務を全う、現在の日本の形の礎を作る貢献をした。日本を代表する傑作機としていつまでも語り継がれるであろう。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。